小さい頃から物を作ったりなんかネジを回したりみたいなのが特に好きで、バラバラにしてもいいものを渡されてバラバラにして楽しんでたみたいな、そういう傾向は昔からありますね。車が好きっていうよりものづくりとかに対してはもう機械人だったのでもう夢中になるんですね。鈴木京香はもう超嫌いでかなり苦労したというか、もうやらなかったに等しいぐらい無理やりやらさせてたけども、スポーツとか作ることに関しては絶対に5だったので、作るものに対しての意識は高かったのはありますね。車に関するもので作り始めたり自分の勝負心みたいのがあったのは、誰しもが俺の時代だってやってたのはミニ四駆を自分のようにカスタマイズして友達と勝負するみたいなのは地元の友達も興味があって一緒にやってたっていうのがあります。昔からなんですけど、字読むのがダメで、字読むのがダメで絵だったら大丈夫みたいな。けど字をめちゃめちゃ読んだり興味を持ってめっちゃ何回も読んだのはドリテンしかないです。興味があるものには集中できるんですよ。すごい集中できる。興味のないものは僕納得がないんで、昔からそうです。一切目を向けないので、得意なものしかやらないっていうパターン。今までは車好きの中でもめちゃめちゃ俺は物知りというか車がマニアって感じだったけど、専門に入ってからは俺以上に詳しいのがいて、マニアだって言ってマニアに土俵に立てないみたいな、それが悔しいから誰よりも詳しくなりたいし、なんか舐められたくないみたいな勝負心があったんで、もう車の世界にどっぷり入りましたよ。実車をやっぱり触らないと車は覚えないし、あと専門学校を卒業しちゃったら知識が入らない状態で出ちゃうんで、散々そっちに乗り込んで、もう女付き合いとかゼロっすよね。散々いいなと思ってもやっぱり自分の好きなこと優先で自分をこう育てるじゃないけど、遊んでる時間
を車に使って車の知識を得て自分を介護した方が自分的にはそれしかなかったので、14前期に乗るきっかけは、これの前に14を乗ってたんですけど、ブーストアップでセッティング取ってあって腕的にもちょうどいいぐらい、変にいじられてないから自分でいじっていくことも可能な仕様でしたね。極端に下げたんですよね。もう足回りと関係なしにとりあえず下げて、最初はそれでも満足してたんですけど、道は下がんねえからめっちゃ遊ばせたらなんかごちゃごちゃうるせえし、でもかっこいいからいっかみたいな。でフラーとかもなんか着地してるしみたいな、ガリガリ言ってるし、でもいずれ削れてなくなるなみたいな、削れてなくなる音なくなるんだろうぐらいの考えで乗ってて、やっとシャコタンに来れたんじゃねえかなみたいな、自分の中で最初はそれで、満足してたみたいなのが、誰よりもやっぱ低い人、そんなに低い人見たことないのがそれぐらいまでやってるから、やっとそこまで来れたかなみたいな。で見た目もやっぱりやべえしみたいな、逆に心配だなっていうぐらい低くて、街乗りしててもすげえ乗りづらい。オイルパンやらかさねえかなとか、最低限マフラーとかちょっと上げて、ありえないところで吸ってることの優越感みたいな時代は絶対にやっぱ誰しもシャボタンやりだすとあるんですよね。そういう時期があって、もともとはやっぱり走りっていうか峠の走りやし、もう走りのことしか考えてなかったし、いきなりそんなことやって、でもそれでも走らなきゃって走るけど怖えし危ねえし不安しかないし、15日にシルビアオフっていうのを毎月いろんなところで開催してたミクシー時代のコミュニティみたいなのがあって、でもその中に現れたんですよね。衝撃な低いのがいたわけですよね。どうなってんだみたいな。今ずっと付き合いある先輩なんですけど、これで街乗りできんのみたいなレベルの低さ、自分の中でも衝撃、こんなんで走れんのみたいな、自分の考えてる面とかのレベルじゃなかったんで、昔に言うとQJ に21545みたいなのが引っ張りだと思ってたのに、もうそんなレベルじゃないみたいな、それがすごい刺激だったんですけど、その衝撃だった車がめちゃめちゃ地元が近くて、フラッと街中乗ってたらその怖い人が止まってて、絡まれたわけです自分よりもやっぱりすごい車の視線って近づきがたいので、でも自分よりもノウハウがある人に近づく怖いというか、自分の中ではやっぱ自信がないので、やっぱすごい人はすごい人で、そんな中、優しく話しかけてきてくれてっていうところから始まって、仲良くしていただいて、このストレベルまで絶対持ってこうみたいな悪影響を与えてくれた先輩が17インチにこだわってるっていうのを聞いて、最初は意識してなかったんですけど、18インチで何かを履いた時にあまりにも車高が上がって、面は出るんだけど車高が上がってるので車体がすげえ上がるなっていうことに気づいて、外形って結構でかいんだなって、最初はそれを知ったんですよ。17と18って全然違うんだ、当たるところも違うし、17でやる方がやっぱ外形小さくてすげえ車自体も下がるし、大角度も必要ないし、最低限やれば、やりやすいなって。 CST を初めて見たのが高校の時に、ドリシャとかすごいかっこいい車っていう画像とか写真とかめちゃめちゃ探して、かっこいいのをいろいろ保存して、こういう風にしたいなみたいなイメージの中で CST これもうやべえわみたいな、自分の中でピピッときて、もうピピッときたからそれみたいなみんなが履いてるからとかじゃなくて、俺の中で
ラジコンとかもやってた時も CST に同じような声で似せたようなやつとかあったので、それに合わせてたりとか、もうこれしかねえなみたいな。今の時代はすごいシャコタンから、究極のシャコタンから SNS を返せばいくらでも究極のところまで簡単に見れちゃうみたいな。興味を持ってシャコタンの勉強するとなると、やっぱドリテンを見て、すげえこの人低いな、この車はやばいな、でも実物はやっぱ見れないしってなると、まあイメージではこれできるけど、周りではそんな人はやっぱりいないし、会えないし、情報は入ってこないし、究極に低い人が身近にいるわけじゃないから、まずは狭い範囲で勝負する感じですよね。いや、専門だったら専門の中でシャコタンとかそういうのにこだわってるやつの中で順はやつより低い。そのエリアがどんどん変わってきたわけですよ。時代もあるし、友達の中での俺は低いになるかもしれないけど、じゃあそこでもっとすごい人がいるところにやっぱり行ってみようみたいな。見た目をすごい極めてる人たちに出会ったんですよね。出会って、それも走り屋とかじゃなくて、もうショーカーみたいな人たち、そういう人たちのグループに入って、もうすごい刺激を受けてるんですよね。綺麗すぎるし、めっちゃ決まってるし、もう俺がそんなただ下げてガシャガシャの状態でいても恥ずかしいわねいうか、その時もそうだったみたいな。でもその人たちとのやっぱり出会いがすごいでかい、今までじゃ考えられないぐらいの違うこだわりというか、中も外もエンジンルームもとりあえず綺麗でお金かかってるわ、なのにこんな低くてかっこいいし、雰囲気が違うってレベルの差を感じて、でもやっぱ俺はドリシャだからボロいし汚いし、でもまあ面とかそういうのは意識してたからかっこいいって認められて、写真とかも一眼とかみんなやり始める前、すごい普及してた前の時にカメラやってる人がその中にいて、で写真とかこうみんな撮ってくれたり、撮ってくれたり、みんなでそのすごい人たちと一緒に写るっていう逆に優越感みたいな、その時のすごいかっこいい人たちと並べて撮れるので、そういう世界に出会ったというか、また新しいところに来た感じですよね。そっちの時間を過ごすことが結構増えたんですかね。ドリフトして走り行く、毎週行ってたのが、まあ仕事もあり、いろいろあり、そんなに走りづらい状態で行くのもやっぱりだるかったりとか、ゲームとかも全く興味がなかったので、興味がないし知らなかったし、知らない世界で、でもみんなかっこいい車と俺も一緒に来て、それなりにこう認めてもらって一緒に並べて出れるっていう、でも雑誌とかに出てるシャコタンの有名車とかがいたり、それを間近で見たり、こんなんで走れるんだみたいな。そっからもうシャコタンの奥深さみたいな、シャコタンってただ下げてるだけじゃないんだみたいな。美しさだったりバランスだったりトータルで走ってる車っていうのは一味違えなみたいな。ただ下げてガチャガチャにやってるようなの俺はダセーなみたいな。最初に考えてたシャコタンっていうのよりやっぱ奥深いシャコタンにだんだん変わってきて、最終的にはつまんなくなったんですよね。大きいで出してドリフトとかやってるとこ見に行って、ああ楽しそうだなみたいな、いや走りてえなみたいな、やっぱり